ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。今回は台湾最南端の南海線を走る観光列車に乗車するぜ。南海線といえば、昔は非電化区間で、気動車の自強号や客車の普通列車が運行されていたよね。そうだな。しかし、2020年の全線電化に伴い状況は一変した。ディーゼル自強や客車列車の不会車は引退し、新型電車の EMU3000 や EMU900 に置き換えられたぜ。旧型客車の不会車はレトロな雰囲気が鉄道ファンに人気だったけど、今はもう走っていないんだね。実は、不会車は電化翌年の2021年に観光列車ラン機械融合として復活した。今でも当時と同じ車両に乗ることができるんだぜ。ぜひ乗ってみたいね。早速乗りに行こう。我々が今いるのは台湾南西部ピントン県の小さな港町、ファンヤオだ。ファンヤオは南海線の起点となる駅だ。特産物は養殖の旗やマンゴーなどのフルーツ。大鉄ファンヤオ駅の前には特産品の像が飾られているぜ。あいにくの天気だけど、大丈夫かな。ラン機械融合は事前予約制のツアー列車だ。列車はほぼ毎日、ファンヤオ台東間で1往復が運行される。今回は午前便のファンヤオ発台東駅の列車に乗車する。ツアーの受付は駅から少し離れた専用の施設、ランヒー商館で行われるぜ。専用の観光施設まであるとは、気合の入った観光列車だね。内部は待合室やお土産売り場になっている。かなりセンスの良い雰囲気で、ラン機械融合のグッズも種類が豊富だぜ。藍色つながりで JR 四国の吉野川トロッコを紹介するコーナーがあるね。台湾の鉄道会社は近年、日本のあらゆる鉄道とコラボしているが、観光列車同士の提携というのもあるんだな。チェックインが終わると、チケットに加えうちわなどのグッズが配られた。早速駅に戻り列車に乗りに行こう。ファンヤオ駅の改札口は通常の列車と同じだ。奥のホームではすでに列車が待機している。これが今回乗車するラン機械融合だ。客車列車で、ディーゼル機関車の R100 型が牽引する。大鉄の機関車といえばオレンジの塗装が普通だが、不会車や復興号の青い客車に合わせた青色塗装も存在するぜ。客車は5両が連結されている。レトロな雰囲気の客車だね。塗装はややくすんだ青色だ。引退時の不会車は機関車に近いもっと濃い色だったが、より古い時代の塗装が再現されているようだ。サボも昔ながらの筆書きで良い雰囲気だね。不会車客車は日本製とインドの ICF 製が存在するが、今回連結されている車両は全て日本製だ。前3両が1969年製の32850型、後ろ2両が1970年製の32700型である。32850型は車両中央よりに自動ドアが設置されている。一方、32700型は車端に手動ドアとデッキを備えているぜ。早速車内に入ってみよう。今回割り当てられた車両は前から3両目の32850型だ。この客車は低いホームに対応した設計のため、現代の高いホームから乗る場合は橋渡しが必要だぜ。車内も昔ながらの雰囲気だね。今回乗車した車両はロングシートだった。後ろに連結されている32700型は内装が異なり、クロスシートだぜ。車両は非空調だが、扇風機がついているし、窓を開けることもできる。この列車の英語名、ブリージーブルーのブリージーはそよ風が吹く、爽やかなという意味で、非空調車両であること自体を観光の要素にしているのだ。ただし、停車中は空気が滞留するので、かなり暑くなるぜ。早く出発してほしいね。10時25分、列車はファンヤオ駅を出発した。列車は曇天の中、台湾の西海岸を南下していく。エビの養殖池の奥に台湾海峡が見えるぜ。ヤシの木が生えていて南国らしい景色だね。しばらくして、列車は一つ目の駅、カロクに到着した。ラン機械融合は途中駅の停車時間が長く、軽く観光ができるようになっている。停車駅では硬券の切符を記念に購入できるぜ。随分と古いスタイルの切符売り場だね。カロクを出発後、天候が急激に悪化。とてもじゃないが窓を開けられる状況じゃないぜ。土砂降りだね。ラン機械融合には食事のサービスがついている。内市駅では南国のフルーツが配られた。次に配られたのは特製の大鉄弁当。骨付きの豚肉、煮卵など具材は見慣れたものだが、味に関しては通常の大鉄弁当よりグレードアップされていたぜ。この弁当、かなり美味しかったよ。弁当と一緒にラン機械融合特製のビールを楽しむのもおすすめだ。隣の車両の売店コーナーで販売されているぜ。T シャツなどのお土産も車内で買えるんだね。列車は海岸から離れ中央山脈に進んでいく。ここからしばらくは海岸から離れたトンネルの多い区間だ。
山間部のトンネルを抜けると、突然、進行方向右側の視界が開けた。中央山脈を越えて東海岸側に到達したのだ。車窓からは広大な太平洋を一望できるぜ。見事な景色だね。山脈を越えたからか天気も好転して風景を楽しめるね。しばし、南海線の車窓をお楽しみください。13時33分、列車は帝国通り終点の台東駅に到着した。向かいの線路には台湾を一周する観光列車、関東の星号がいた。E200 型電気機関車が牽引している。南海線が電化した今、電気機関車のみで台湾を一周することが可能だ。関東の星号は昔からある列車だが、2023年にディズニーがテーマの列車が登場したぜ。ここで蘭比海遊号という列車名について少し説明する。蘭比は青い車体、海遊は憂さ晴らし、気晴らしという意味だ。その名の通り、日常のストレスから解放され、すっきりとした気分になれる列車だぜ。今回の動画はここまで。蘭比海遊号ツアーは日本からも簡単に予約できるので、台湾の昔ながらの客車列車に興味が湧いた人はぜひ実際に乗りに行ってほしいぜ。ご意見ご感想をお待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。